はいどうも皆さんこんにちは。 NDQ です。今日はですね、宣言した通りに、イブさんのドラマ剣という曲の歌詞を考察して、ベトナム語に訳していくわけなんですが、その前にいくつかの言いたいことがあって、まず一つ目は、この動画の僕の全ての訳詞は、僕の理解の上で行ったものですので、僕が絶対に正しいとは限りません。でも一応ね、文字通りの言葉を、理解して、そのまま訳しているつもりですが、慣用句とかことわざとかは結構ね、文化の違いで対比するものがない場合もあるので、そこは勘弁してください。2つ目は、一応日本語の文法、歌詞の文法構造とかも考察していくわけなんですが、日本語の文法って2つありますよね。1つ目が外国人向けの文法と、もう1つは日本で教えられている文法ですね。で、僕はベトナム人なんですけど、一応日本で教えられている文法とかも調べて勉強とかもして、知識は大抵あると思うんですが、間違える場合もあるので、間違ったら指摘してやってください。で、両方とも解説していきながらやっていきたいと思います。ではどうぞ。では始めていきたいと思います。1番の A メロからですね。頭で分かっては嘆いた、転がってく様子を笑った、寂しいとか愛とか分かんない、人間の形は投げ出したんだ、抱えきれない言葉だらけの存在証明を。なんですが、一文ずついきましょうか。頭で分かっては嘆いた。ここでこの文の助詞はでとはですね。で、頭で分かってはいてもですね、分かっていても嘆いた。頭で分かるっていうのは認識できるとか、そういう意味ですね。認識できるんだけど、それでも嘆いたという意味です。で、嘆くっていう言葉、外国人にとっては、聞き慣れない方も多いと思いますが、これは、ため息をつく、悲しんで泣くことなどです。でも多分ため息をつくっていう意味だと思います。なので、この文の訳詞はこうなります。はい。で、2文目が、転がっていく様子を笑ったなんですが、ここでは、言い抜き言葉を使ってるんですね。転がっていく様子を笑ったっていう意味です。で、転がっていくに関しては、この意味は一応ね、調べたんだけどなくて聞いてみました。どうやら周りに翻弄されていることという意味だったらしいです。なので、周りに翻弄されている様子を私が笑った。で、この笑ったっていう漢字なんですが、みんなが普通に見る漢字とはちょっと違ってて、ここでは嘲笑うという意味ですね。人の失敗とかを見下して、笑うっていう意味です。なので、この文の訳詞はこうなります。じゃん。で、その次が、寂しいとか愛とか分かんないって言ってるんですが、分かんないのの音が、これ分からないっていう意味ですね。ラがに入ってになっていた。で、これは表現の和らげですかね。で、寂しいとか愛とかっていうのは、とかは結構みんなにとっては知ってるんじゃないかな。寂しいとか愛とか、そういったものは分かんないよっていう意味ですね。直訳すると。で、その寂しいとか愛とかっていうのは、人間の感情とまとめられるんじゃないかなと思います。で、寂しいっていうのは、これ悲しいとはちょっと違ってて、精神を失い満ち足りないことを意味しているんです。何か欠けているものがあるんじゃないかっていう感覚です。心の中のものなんですけど、なので元の動画の字幕では悲しいと訳していたので、これはね、区別してあげてください。寂しいと悲しい、これ日本語だけじゃないんですけど、ベトナム語も日本語も多分英語もかなの方言とかも除いてね、一つのものとか事柄を指すときに、言葉って一つしかいらないんですよ。言い方はたくさんあるかもしれないけど、ものとか事柄を指す言葉は必ず一つしかないんです。なのでこれをじゃあ訳すときにね、じゃあ自分の国では
どう区別すればいいのかみたいなことを、常に考えてみてください。これは次からも結構出てきます。はい、次いきます。人間の形は投げ出したんだ。たんだの運が、のから変化したものですね。たのだです。で、ここの助詞はのとはなんですが、この助詞はっていうのは多分外国人から勉強し始めたものだったら、主語と考えるものが多いんですが、これはちょっと主語につくものではなくて題目を表しているものにつくものです。この助詞は和を入れることでその前のものが全部文全体の題目、つまりトピックみたいなもんです。なので、普通だったらね、人間の形を投げ出したんだみたいなことを言うんですが、これはただ事実を綴っているだけで、この和を入れることで人間の形っていうのを、強調できるようになっています。あと投げ出したのことなんですが、これは、投げると出すの合体、正式名称は複合動詞といって、外国人向けの文法で考えると一つ目の動詞のマスを除いてもう一つの動詞にくっつくことで作られる、ものですね。これは別にそう考えてもいいんだけど、日本で教えられている文法で言うと、これは連用形のものを動詞にくっついたものですね。で、なぜこういう連用形が動詞にそのままくっつけるかっていうと、そうですね、連用形っていうのは用言につく言葉で動詞も、あと形容詞とか形容動詞、外国人向けの文法だといい形容詞とな形容詞ですねにくっつく形態だからです。なので、この文はこうなります。はい、で次、抱えきれない言葉だらけの紹介証明をなんですが、普通助詞で終わってるんですね、この文、をで普通なら考えにくいんですが、だって次の文はから違う段落に入ってるわけなんで、じゃあ何を何みたいな言葉だらけの存在証明を何するのみたいな考える方もいるかもしれないんですけど、これは、語順入れ替えのテクニックを使ってるんですね。で、語順入れ替えっていうのは大体、強調するときに、使います。で、抱えきれないもこれは、複合動詞ですね。意味としては抱えることを全て抱えることができないっていう意味ですね。切れないっていうのは、全てを遂げることを意味しているんですね。だからやりきれないとかだったら、しきれないとかだったら、その全てを遂げることができなかった、やりきれなかった、やり遂げることができなかったという意味ですね。なので、この語順入れ替えをどう訳したらいいのかちょっと悩んでたんですが、結局こうなりました。じゃん。で、次の段落に行きますね。この小さな箱から出らんない、気づいたら最後逃げ出したい、僕ら全員演じていたんだ、エンドロールに向かってゆくんだ、さあみんな必死に役を演じて傍観者なんていないのさ。で、A メロ1番の A メロが終わるんですが、じゃあこれも一文ずついきましょうか。この小さな箱から出らんないの、小さなっていう言葉にこれ、外国人向けの文法にないものですね。いい形容詞、小さいっていうのは、いい形容詞じゃないですか。でもなんでなが入ってんのっていうと、これは日本で教えられている文法でいうと連体詞というものが存在していて、使い分け方としては、なは小さなとかは、小さいより、主観的である。小さなっていうのは自分が小さいと思っていて、実際に小さいかどうかは、人それぞれなんだけど分かんない。で、これ箱って言ってるんですけど、これ劇場っていう漢字で書いて箱って呼んでるんですよね。で、これはいろいろ調べたんですが、ベトナム語にもね、結構似た専門用語があるので、それを使います。で、あとはらんないの運はこれはでですね、出られないで、訳すとこうなります。で、そうですね、次いきます。気づいたら最後逃げ出したい。
の、逃げ出したいも複合動詞ですね。逃げ出すっていうのは、逃げてそこから出ること、関わる、そこのとの縁を切ることですね。で、気づいたらをもっと細かく考えると、気がついたらっていうのと一緒で、これ言い方ですね。気づいたらと気がついたらは同じです。腹っていう助詞っていうのがあって、でこれ面白いことに、外国人向けの文法で言うと、これ条件を意味するもので、でも、日本で教えられている、文法では家庭という意味を持っているんですね。で、多分家庭でしょう。これ条件だったらさ、そう条件じゃないよね。その気がついたら最後逃げ出したいっていうのは、やっと気がついて最後逃げ出したいと思えるようになったって言ってるんですよね。なので条件じゃないと思います。条件と家庭の違いはね、調べてみてください。そして元の動画の字幕で、この最後、ベトナム語の字幕なんですけど、この最後の文字が消えてるんですよね。ちょっと細かいかもしれませんが、最後があるかないかで意味がちょっと変わると思います。気づいたら逃げ出したいって思ったら、そう気づいてすぐ逃げ出したいなんですけど、気づいてそしてしばらくしてやっぱ逃げ出したいなって思っているわけなんです。なので、この最後をそのまま購入します。訳詞にでこういう風になります。じゃん。でその次の文ですね。僕ら全員演じていたんだ。これ僕らのらは僕たちと同じですね。たちと同じですね。僕たち全員演じていたのだ。はのです。なのでこの文に関してはあまり言うことがないかな。じゃん。訳詞はこうなります。で次にエンドロールに向かって行くんだなんですが、まずエンドロール、これちょっと聞き慣れない言葉ですね。で、意味としては映画本編終了後に表示される、制作者や監督などの名前を、列挙した一覧、黒い画面にバーって走っていく長い文字ですね。でこれ最初確かにベトナム語でこれ何て言うんだって思って、で友達とかに聞いてみて、こういう専門用語でこういう言葉あるんだって思って、なんであるんです。ベトナム語にも向かって行くんだ、行くんだ、ゆはねいと結構同じです。表現としては行くより、行くは行くよりちょっと和らげです。では、これものですね。だから行くのだ、エンドロールに向かって行くのだで行くんだになります。なので、この文は、訳すとこうなります。じゃん。はい、A メロ、1番の A メロの最後の文です。さあ皆必死に役を演じて傍観者なんていないのさ。これちょっと元の動画の字幕、ベトナム語の字幕はちょっとひどいです。じゃあまず傍観者っていうものから見ていきましょうか。傍観者っていうのは、日本語で調べた意味としては、当事者でない態度で見ることですね。なんだけど元の動画のベトナム語の字幕は観客者目線で言ってたんですよ。観客者とはまた違うんじゃない？だって傍観者っていうのは当事者であるかどうかは分かんないけど、そういう態度を取ってるもののことを言ってるんですね。なのでこれも、適するベトナム語があります。であとそうですね、必死もね、必死はねやばい。必死はベトナム語ないです。これはめっちゃ探したんですが、僕の知ってる限りないです。知っている方があったら、コメント欄で教えてください。で、一応必死っていう意味はね解説します。必ず死ぬと覚悟すること、生死を顧みず、全力を注ぐことですね。必死ってさ、一応この文では多分消極的な意味を持ってるんじゃないかなと思って、意味そのままを訳して、
ちょっと、消極的な考えとかも入れて、そうすると、訳すとこうなりました。じゃん。はい、次 B メロいきます。私なんてないの、どこにだっていないよ、ずっと僕は何者にもなれないで。で B メロが、この3つの文しかないんですね。で、それで私なんてないのの私の部分に二重引用符に、それに、カタカナで書いた私の意味を調べるのにちょっと手こずりました。で、カタカナで書く意味っていうのはちょっと斬新で躍動感を出すためだと言ってるんですね。何か新しいこと、概念がちょっと違うものを表してるんじゃないかなと思います。で、それに二重引用符も使っているので、多分そうです。で、カタカナ語は、主に外来語用のものですね。だからここでは、自分の中にないものとして表現するために使ってるんじゃないかなと思います。そうですね、自分の中の私っていう概念は存在しないんだよっていう意味で、その次の文にも影響されますよね。一応訳すとこうなります。じゃん。で、どこにだっていないよなんですが、そうですね、これもさっきの文の続きですね。その私は、そういう私の概念はどこにだっていないんだよっていう意味で、さっきからなんてとか、そうですね、傍観者なんていないのさとか、私なんてないのとか、どこにだっていないのとか、なんてとかだっては軽く扱う意を表しているものです。なんで訳すと、こういうふうになります。じゃん。で最後の文ですね、Bメロの、ずっと僕は何者にもなれないでなんですが、何者にもなれないっていうフレーズは、ベトナム語にも残念ながらありません。で、意味としてはこれ僕の勝手な考えで解釈して考察しているんですが、誰かになりすますことではなくて、物、つまり、人間自体になれないことを意味しているんじゃないかなと思います。なんで、ここでは、その私という定義できる私、さっきの使っているカタカナの私ですねと定義できるものになれないという意味だと思います。なんで、人間自体になれないという表記を取って訳すとこうなりました。じゃん。で、ここからサビに入りますね。僕ら今さあさあ食らい合って延長戦サレンダーして、目で淡い愛想垂れ流しことの愛憎、ドラマチックな展開をどっか期待してんだろうですね。僕ら今、さあさあ食らい合ってなんですけど、まずさあさあっていうのは、誘う、急がせる時に、使う言葉ですね。で、多分ここは誘っている意味を使ってるんじゃないかな。で、食らい合うなんですが、何々し合うっていうのは、複合動詞で、意味は互いに何かをするですね。で、食らい合うなのは、取り込む、迷惑などを身に受けるっていう意味ですね。なので、食らい合うっていうのは、互いにその迷惑を取り込んで、身に受けることだと思います。なので、訳すとこうなります。じゃん。その次ですね、延長戦サレンダーして、サレンダーとか、あと命令とか、ドラマチックとか、あと次にも出てくるヘッドショットとかもそのままにしようかなとも思ったんですけど、やっぱ全部訳します。サレンダーっていうのは降参でっていう意味ですね。とか日本語に置き換えられるものとか結構あるんですが、それもベトナム語にちゃんと訳します。で、延長線という言葉だけがこの文の引っかかりですね。で、延長線という意味は、決着がつかない時に、時間を延ばしてする戦いのことなので、主にスポーツとかでいう戦いですね。なのでこうなりました。じゃん。
で次ですね、命令淡い愛想で、まず淡いがね、ベトナム語にぴったしのもの見つからなかったんです。一応一番近いものを使っているつもりですが、何か腑に落ちないことがあったら、コメント欄で教えてください。考えてみます。で、淡いっていう意味としては、わずかな、薄い、ほんのりとした様子ですね。で、わずかなとか薄いとかはベトナム語にもありますけど、ほんのりとした様子っていうのはちょっとあるのかわからないものなので、その現実か厳格なのかわからないものみたいな、そういうその狭間っていう意味も持ってるんじゃないかなと思いますので、ぴったしのものがないと考えました。で次ですね、愛想。愛想っていうのは、人に対する、好意や信頼感で、愛想はね、ベトナム語にも結構こういう言葉少なくて、結局訳すに、こういうものになりました。どう思いますか？でそれ次の文ですね。垂れ流しことの愛憎で、垂れ流しも、複合動詞ですね。意味としては、際限なく放出すること。これもね、なかなか見つからなかったですね。で、愛憎も、慈しみと憎しみ、好き嫌いみたいなもんですね。で、訳すと、こうなりました。じゃん。そして、ドラマチックな展開をどっか期待してんだろう。助詞は「お」ですだけなんですけど、どっかはもともとどこかっていう意味ですね。こが、即音になりました。小さいつのことを、日本では即音と言ってるらしいです。で、期待してんだろう。この運はね、いるですね。期待しているだろう。なんで訳詞は、こうなりました。じゃん。はい、次ですね。君もイエスイエス。息を飲んで、采配はそこにあんだ。ヘッドショット騒ぐ思いも、その心打ち抜いてさ、まだ見ぬ糸を引いて黒幕のお出ましさ、その目に映るのはなんですが、君もイエスイエス、息を飲んで。そう、イエスイエスはね、元の動画の字幕ではそのまま投入したらしいんですけど、そのまま投入しない方がいいと思います。正直これベトナム語に訳した方がいいと思います。最初からいきましょうか。助詞は元でをですね。でここ飲んでっていう言葉なんですが、漢字を見る限り普通の、水を飲むみたいな感じではなくて、飲み込むことですね。圧倒すること、また受け入れることを意味してるんですね。でなので、じゃあイエスイエス、息を飲むっていうのはうなずいて受け入れることだと思いますと僕は考えたいです。なので訳詞はこうなっちゃいました。じゃあはいで、采配はそこにあんだ。これもね、あんだの運はね、るのですね。あるのだがあんだになるんです。でこの分ね、采配っていう言葉があるんですけど、意味は昔戦場で大将や使卒を指揮するために振った道具ですね。でこの采配っていうのは日本専用の道具で、英語とかも調べたんですけど、そのまま采配って書かれたんですよ。なんで、一番采配に近いものを、使います、訳詞には。なので、こうなりました。じゃん。で、次ですね、ヘッドショット騒ぐ思いもなんですが、まず、思いっていうのは普通思っていますみたいな、の、思いと違って、これは、感情的に考えたものという意味ですね。でこの文の助詞はもなんですが、助詞をベトナム語ではね、助詞を文の最後に入れるものがないので、このもは、下に訳詞の時には入れます。なので、この文では、訳すとこうなりました。
で次ですね、その心を打ち抜いてさ、さはそのまま後でくっつけばいいんですけど、その心打ち抜いてなんですが、打ち抜くっていうのも、複語動詞ですね。で意味としては打ってその弾丸が物を貫くことを言っているんですね。だからその思い思いが、心を打ち抜くっていう意味です。なんで、騒ぐその騒いでいる思いが、心を打ち抜いたっていう意味で、そうですね、さっきもを下に入れるって言ってたので訳詞はこうなりました。じゃん。で次ですね、まだ見ぬ糸を引いて黒幕のお出ましさで、糸を引くっていうのは、いろいろ意味あるんですが、これ、慣用句かことわざですね。多分慣用句かな。糸を引くっていうのは裏で、指図して人を操ることって言ってるんですね。でも糸を引くっていうのは結構近い表現で、ベトナム語にも言葉がありますのでそれを、使います。で黒幕はね、黒幕に関してはねないんですね。黒幕っていうのは、表面に出ず影で指図したり操ったりする人、人を操ったりするもののことを、黒幕って言ってるんですね、日本語では。で、お出ましは、出るの、敬語ですね。でお出ましもねちょっと現れるとちょっと違うので訳詞は、こうなりました。じゃん。で、その目に映るのは、助詞はにのはですね。訳詞はこうです。はい、これで1番目の紙です。次2番どうぞ。